始まりましたサイクスビットガールズアンタッチャブル柴田でございます。よろしくどうぞ。そして吉木りさです、リサがね、お願いします。さあ本日で2回目というそうなんです。実はですね、2回目にして、なんとビットプロに所属する総勢14名のビットガールズが一気に集まりました。いやいや全然知らないメンバーなんだけど、一回さチーフ通してこんなにいたらさ無理だよ。連絡してください。いやさ、やっぱ弱小事務所でね、だって俺チーフで吉木マネージャーしかいないんだよね。あ、そうなんです。2人しかいないんだよ、マネージメントできる人が。いや多いって7をちょっと注ぎたいじゃない、こっちも。そうなんですよね。だから落としていきましょう。この番組は弱小プロビットプロダクションに所属するビットガールたちを世の中に売り出すためにブランディングしていく番組です。今夜はビットプロダクションに所属する総勢14名のビットガールが登場。これがさやのり。先週その華麗な技とスマイルで早くも我々を虜にした一輪社会のプリンセス佐藤彩香。87センチ。いや長いなおい。なんとまたした87センチ。 AV ライブが抱きたい女ナンバーワンというのもうなずけるグラビアキャスター佐野真也。Twitter に投稿した動画がきっかけで大ブレイク。 DJ としても活躍するネット界のラッキーシンデレラあさにゃん。トラブル言うからっつんだよ。ある時はミニスカポリス、ある時はプロダクション社長、二足のわらじで活躍する J カップアイドルゆうきちか。おっぱいキャッチは特技から外すべき。 H カップのおっぱいが自慢のグラビアアイドル和知司。風船一つで美しい世界を生み出すゴッドハンドの持ち主バルーンアーティスト朝倉香織。そしてここからは今夜初出し、ご覧の8名のビットガールたちをキーワードでご紹介。まずはこちらです、どうぞ。江ノ島純子。いやもうキーワードじゃねえじゃんこれ。これキーワードなの？キーワードです。嘘だ。ちなみにこれは江ノ島純子のコスプレをしている白星夏美と申します。誰なの江ノ島純子さんは？こちらダンダンロンパっていうゲームから出たアニメなんですけど、はい。まあそれの黒幕なんですけど、私はその黒幕のコスプレをして今日は出させていただいてます。いつもそれやってるってこと？そうです。私趣味コスプレなので、はいいわゆるコスプレイヤーさんなんです。なるほどなるほど。そうなんです。コスプレイヤーの世界大会で優勝経験を持つ白星夏美。スタイルもいいよね。そうなんですよ。立ったってことな？めっちゃ細い。おっぱいも大きい。おっぱい大きいおチーム結構いるから。俺ミニスカポリスいる。コスプレいるじゃん。コスプレじゃないですよ。本業です。あ、本業コスプレだよ。でちなみに白星さんの他のコスプレの写真もございます。ランマ。はい、ランマです。これわかる。ランマです。こちらはオリジナルです。ドーナツ食べちゃうウサギだね。私ドーナツが大好きすぎて、ちょっとドーナツと私うさぎ年なもので、それをちょっとかけたくてキャラクターです。そんな白星さんのもう一つのキーワードこちらです。何ですか？300万円。当てようぜ。じゃあありビッグそう。 300万？いやでもね高いですよウィッグって。年収？そんなん言わないから。年収あらわにしないからそんな。年収は言えないですけど、お金のことうるさい。なんでしょう。 300万円の衣装だべ。どうです白星さん。近いですね。まあ衣装その他もろもろです。もろもろ？その他もろもろはですね、フィギュアとかアニメグッズとか、漫画とか大量にありまして、それとコスプレ、含め、300万超えるんじゃないかここで総額300万円に上る実際のコレクションを大公開。と。これグッズですね。私の家にあるすべてのグッズをリビングに並べてみました。ちょっと待って。いやもう相当大変でしたね。このもすごいけど、ずいぶん立派なテレビあるねお家ね。なもので。でも私の部
はですね、5.5 畳しかないので、その中にこれとコスプレと漫画が詰め出しちゃうとそうなんだよね、漫画って。たまらなくなっちゃって、愛が続いてのビットガールのキーワードはこちら。箱入り元タカラジェンヌ。マジですか？はい、どちらでしょう。はい。あ、マイひなのさんです。見たことあるもんだって。本当ですか？うん。私たち VTR で見ましたあ、よね。 VTR で見た。だからラーメン食べましたよね。ラーメン、はい、街ブラさせていただいて、はい、豚やろうということをもう連呼してもらっちゃってね。そうですね、それは隠語ですね。でも普段喋ってる時はそんな宝塚喋りみたいなやっぱ出ないんだね。あ、本当ですか。でも関西出身なので、結構普段は関西弁で。いや、関西弁でもいいじゃない。聞きたい関西弁。ねえ。そんなん言うたってさ。全然宝塚っぽくない。そんなひなの様の華麗なる図鑑ヒストリーは。小学校3年生から目指していて。こういう感じなの、その昭和さんから宝塚入ったりする気持ちがさ、もう分かんないのよね。厳しい世界なわけじゃない。そうですね。あだからもう恋愛もせず。そうだよ。だってまあお付き合いした人いないんでね、まだね。なんで知ってるんですか。いや、私たちはもうマネージャーなので、それはもうちゃんとさ。はい。そうですね。卒業したばかりですから。6月に何年いたんだっけ、宝塚。音楽学校と劇団と合わせて10年。すごい。あれですよね、お姫様の方ですよね。そうです、娘役です。ここで特別にひなの様が宝塚のキャリア10年娘役の演技を披露。テルちゃん、あなたを愛しています。うわー、すげえ。全然違うもの、声質が確かに。スイッチがあるんだ。さらにここからは宝塚の気になる掟を暴露。題してここが変だよ宝塚。まずはこんなルールから。髪はいつもガチガチ。はい、持ってますよね、すごい。そうですね、劇団に入ったら結構自由なんですけど、その劇団に入る前に宝塚音楽学校という学校に2年間入るんですね。でその2年の間は特に1年目は上の方にすごく厳しくご指導を受けるんです。でそのうちの一つが髪型なんですけど、結構行き過ぎていって VO5 っていうこれぐらいのヘアスプレーがあるんですけど、あれね、シャワーみたいに浴びるんですよ。VO5 のスプレーでびちょびちょにする。でかけてそれで固める。VO5 使ってたんだ。宝週に2、3本塚。いや本当にでもバンドマンか本当に宝塚の男役かっていうぐらいじゃない？あんだけ綺麗に立たせてんの。他にもこんなルールがあります。電車が見えなくなるまで頭を下げる。よく聞くねこれね。宝塚っていうのが本拠地が宝塚市、兵庫県の宝塚市にあるんですけど、そこには阪急電車っていう私鉄が通ってまして、そこが宝塚の親元の会社になるんですね。で、一応宝塚に入ってる身で社員、阪急社員っていうことになってるので、こう車掌さんにお疲れ様でしたって言ったり、あと電車がこう通過する時でも車掌さんにお辞儀と、あとはもしかしたら乗っているかもしれない上級生に向かってこう通るまで10回ぐらいずっと。厳しいしきたりの中で育ってらっしゃるので素晴らしいですよね。それがね、何か生かされてるかっていうとちょっとわかんないですけど。いやこれから自分が生きていく上で生きてくるよそれは。ねえ。ということで、素晴らしいです。続いてのビットガールのキーワードはこちら。伝統芸能。はい、大川瑞希さん。着物着物ポリス。どういう絵面なの？どういう絵面マジで。目がチカチカ。横服着てねえし。何の伝統芸能でしょうか。私は日本舞踊です。日本舞踊。宝塚と日本舞踊並んでんの？お席が近かった。焼き品ありますよ。すごいね。私の日本舞踊の先生も宝塚さんに教えて振り付けもしたり。じゃあもう接点があるんだ。
師匠はすごいんですけど自分は未熟なんです。いやいやいやそれを自分で言えるっていうのは相当人がいいかしたたかだよ。マジで。ちょっとハーフっぽいねお顔立ちですけど。あ、純日本人です。あ、そうなの？どっか辿ったらなんか入ってんのかな？なんか親戚が平井堅さんみたいな顔。ちなみに何年ぐらいされてるんですか？入門したのは2歳8ヶ月。2歳8ヶ月？記憶になくない？少しあります。ある？俺ここ半年の記憶だってねえよ。それは消したんだけどね。ここで2歳から舞い続ける大川さんが日本舞踊の腕前を披露。正直言ってこんなに凄さが分からないものはないね。バラエティ番組でこれ。楽しいです。いや楽しいかもしれないけどさ、その水木さんパーンってこうやって抜いた時後ろにおっぱいが映っちゃってるわけだから。今ここにこう4つの H と J がこう重なってあるわけよ。舞踊の一門の皆さんを傷つけたりしない？新しいなんか知っていただくきっかけになる。本そんな大川さんのよく知るキーワードもう一つあります、はい、こちらです。両親の仲人が北島三郎、お友達なんです。いや母方の実家が北島さんの、実家と同じ町内だったんですね。で仲良くさせていただいたり、父のおじが馬主馬主なんですね。それで北島さんと仲が良くって、そうだよ。それで楽屋でちょうど甥っ子が年頃なんだけどいい人いないかねって言ったら、奥様がちょうど今日来てる子がいるわみたいな感じで、それ母の両親だったんですね、でどうですかってなって、でトントン拍子で進んで、なんか北島さんのお家でお見合いをして、何に緊張していいか分かんないもん。あれ何に緊張するのか、北島三郎に緊張するのか。で結納や披露や結婚式も全部同席してくださって、で最後プライベートだから歌わないよって北島さんおっしゃってたんですけど、なんか乗って祭りを歌ってくれて、マジかよ。私もちっちゃい頃からよくお家に遊びに行ったりするとお年玉とかもいただいていて、抱っこしてもらって。いやらしい話だけど、いくらぐらいもらえる？そんなお気持ちです。このぐらいのお家柄のお気持ちが分かんないのよ。いや子供ですから2、300万かじゃ演歌界の大御所サブちゃんとのエピソードが飛び出し、スタジオもお祭り騒ぎ。そして次なるビットガールのキーワードはこちら。 YouTube。ルルちゃんとマミちゃんです、2人は何？今流行りの YouTuber ってやつです。YouTuber っていうのが俺はよく分かんないけど、 YouTuber は YouTube でご飯を食べてるの？食べてます。もういけちゃうんだ。マミちゃんとルル氏は一体どんなYouTube を上げているんですか？基本的にはゲーム実況。2人ともゲーム実況。はい。チャンネル登録者数5万6千人以上、視聴再生回数1200万回に上るマミチャンネルと、チャンネル登録者数2万8千人超え、500万回を超える再生回数を誇るルル氏のゲーム実況。ともに美人すぎるゲーム実況 YouTuber として人気のチャンネルなんです。実際 YouTuber としてもビジュアル面も素晴らしいお二人ですけれども、私たちがとっても気になっているキーワードこちらです。 YouTube で一攫千金。どういうシステムで入ってくるの、お金って？再生数に対して1再生で 0.1 円ですって言われてます。0.1円って言われてます。じゃあめっちゃ稼いだんじゃないの？
いや私はツイッターに上げたんで YouTube には上げてないんですよ。あげればよかったと思って。そうだよね。で今からでも別に間に合うんじゃない？いやもう勝手に出られちゃってるんで。そうだ。そうだよね。例えばヒカキンさんとか有名な YouTuber さんいらっしゃるじゃないですか。ああいう方いくらぐらい稼ぐ？いやもう億だと思う。トータル1年でもう余裕で1ヶ月多分何千万の世界。1ヶ月何千万？まみちゃん1000万いった？でももらってるのはまあ生活にねぐらい止まらない程度。 OL さんよりも上だと。やろう YouTube。このメンバーを使って俺 YouTube 上げる。俺にちょうだいよその権利。私も欲しい。なんで関係ないじゃん。俺が取るから。そんなことない。ねえ。やる気出てきたやる気出てきね。ましたよ。うん。続いてのビットガールのキーワードはこちらです。ミクラということで、これはどなたでしょうか？私です。あ、西田愛さん。愛ちゃん？はい愛です。愛ちゃん。実は私お友達なんですよね。仲良し？はい、遊びに行ったりして、だから多分知ってると思います。そうですね、ネクラのちょっと闇の深さを私も存じている。いらないんだけどそういう人うちに住む人に。ごめんなさ暗いの？すごい。まあ暗くて10代とかずっと引きこもってました。い。なんで引きこもってたの？高校辞めて、もう外に出たくないと思って家にいて誰とも喋らず、深夜の2時台から4時までのコンビニなら行けるかなぐらいまで。夜のが怖くないですか？夜の方が怖いよね。人と会いたくないから深夜のコンビニもなるべく顔見えないように。だから何でそうなるのよ。だから自分にコンプレックスがあってそうなるのか。コンプレックスですね。何のコンプレックスがあるの？なんか高校辞めちゃって人生終わったみたいに思い込んじゃって、誰とも会いたくないとか、あいつどうせ笑われるんだって。そうですそうです。こんななってました。腹破ったよね、そういう意味では。破りました。なんか社会とコミットみたいなテーマで今生きてます。そうなの？そのぶち破るためのこの手段ってただいうか。趣味？はい、趣味はまあこの服装と、でなんとなく察すると思うんですけど、読書が好きなんです。全然刺さない。なんとなくでも出てこないよ。読書が。全然出てこなかったやつだわ。びっくりした。文学少女なの？いや、片手に本を持ってるとかいう演出があるならわかるけど、持ってなかった。持ってないじゃん。でも書評されてるぐらい。書評してるぐらいって別にあなたが評価したってなんだよっていう話になっちゃう。そんな引きこもり文学少女がおもむろに取り出したのがソ連時代の SF なんで。まだロシアになる前だね。ソ連はね。共産主義系の SF はまた特殊なんですよ。なんか違うの？はい、やっぱ共産主義圏をユートピアとして描いてるんで、全然ディストピアとして今の SF は絶対書いてると思うんですけど、その共産主義がいかに素晴らしいかっていうのを組み立てた SF だとか、なんかはい、終了。すいません、ちょっとね、もう頭の中もいっぱいいっぱい。やばい、俺引き込まれそうだわ。気を取り直して次なるキーワードがこちら。制服コレクターということで、本物だけど今の学校では使われてない新品の制服とか棚卸し品とかを買って集めてます。ちょっと安めで。そうです。ここまさに結構制服の写真が。そうなんです。あ、そうなの？こんなに。引きこもってる時に撮った写真です。引きこもってねえじゃん。外じゃん。外出てる。これ近所なんです。実家の近くでこんな感じで父親に撮ってもらいました。綺麗ね。こういう集めてどういうコーディネートをするかっていうのが好きなんです。なんでこれだってセットアップで売ってんじゃないの？違います。全部このシャツはシャツで買ってスカートはオリーブでオリーブの制服ブランドがあるんですけど、そのスカートを買って、これとかは中学時代の制服を可愛く大正ロマン風にアレンジしたものです。そんな引きこもり文学少女ご自慢の制服コレクションがこちら。あ、これだ。4箱ぐらいあるんですよ。でも出せなくって、それは並べ方のセンスっていうのもあると思う。ちょっとダメ出しが。書かない。いいんだよ。コーディネートがうまいんだからいいんだよ。並べのコーディネートが下手だ。
部屋散らかしちゃうタイプ？汚いので頑張ってスペース。そうなんだよな。なるほど部屋が汚い人の並べ方だよ。やっぱり収納が下手な人。続いてのビットガールキーワードはこちらです。職人魂ということで、お、はい。私です。高坂きのさんね。はい、うん私はですね、プラモデルが超好きで、プラモデルを生活の中心にしちゃってるプラモデルアイドルっていうのをやってます。プラモデルアイドル。そうですプラモデル作ってるじゃん。そのそうです作ってますアイドルっていうのは何なの？なんかキャッチーだから。あ、キャッチーだから。年なんで、もうそろそろアイドルっていうのに疲れてきて、お姉さんって言いたくなってきたんですけど、キャッチーだからやめれたくて。プラモデルお姉さん。なんか NHK の番組のお姉さんみたいな。プラモデルバージョンみたいな。こうやって作りますよ。お家ででも開けるよね。なんかそういうわかんないけど。あ、でもそういうワークショップみたいなのをやっていて、でなんか全国回って他にも作る人を集めて夜中から朝までプラモ作ってオラーってずっと時間にはやって面白い。るんですよ。いきなり怒涛の喋りを繰り広げた高坂きの。トークだけでなくプラモデルの腕前もすごいんです。はい、こんな感じで私作っておりまして、これ何？ガンプラの一個でゾックっていう機体があるんですけど、なんかこう台形の形がプリンに見えた私は、なんか頭おかしいんで、そうやって見えちゃって、なのでパーツを全部生かしてこうプリンアラモード的な感じに作っちゃったりで、こうやって遊んでみたりとか、まあ真面目にこう車作ったりとかいやもするんですけど、他のさリンゴとかはどうしてるの？あ、リンゴもこれ全部パーツで作ってます。これバナナ？バナナです。でこれビームサーベルですよ。コンポスト。そうそう。でこれはここのくちばしをメロンの皮みたいにしたりとか、そうパーツを使って作ってます。天才。天才。天才とか言われると超嬉しいです。そんな高坂さんのちょっとお部屋の様子も写真ご覧いただきましょう。どうぞ。これが。うわ。これ職人。買ったプラモを天井まで積んでる様子なんですけど。どこが言うか。あと私もともとは床に積んでたんですけど、床から天井まで積むとこう倒れそうになるんですよ。バランスが取れなくて、それが危ないので早く天井につけれるようにロフトベッドを買ってわざわざそのために、でロフトベッドの寝る部分にこうプラモをめっちゃ積んでるんです。倒れてこないよね。だから天井までくっついてるやつは超安定します。高坂さんも才能あふれるんですけれども、また別の顔を持っていらっしゃるんです。ちょっとキーワードこちらです。おたげという。持ってそうなんですよ。単純にプラモ作ってるオタクなんですよ。なのでアイドルとかも追っかけたりして、私一番好きなのは中川翔子ちゃんなんですけど、で追っかけてそのライブに行った時に全力でアピールするためにブンブンするっていう。ここで高坂さん渾身のおたげをご覧ください。滑らか。すごい。かっこいい。あ、出た。体柔らか。で止めてください。いや、すげえ。いや、見てられる。これちょっと日本舞踊の大川さんとねコラボとか。いいじゃないですかこれ。ありだ。あのちゃんもだって踊りはできるでしょ。そうですね、こんなに激しいものはないかもしれないですけど、一応やってたもん。YouTube 上げたら回りますかね。絶対できるよ。ね日本の文化です。すごいこうやってシャーってやってる間になんかこの瞬間でプラモデル作れないの。で一曲踊り終わったらプリンみたいな。それができたら相当再生回数くる。こうやってやりながらなんか色塗れてる。続いてのビットガールのキーワードはこちら。恐怖ということで覚えてますか柴田さん。覚えてますよ。恐怖といえばこの方山口彩子さんです。ね山口彩子です。私はプロの怪談師を今。夏終わっちゃったのに怖い話聞くんですか？そう。私一年中やってますから。一年中。お前がとか服着てこいよもう。香るもの怖いです。
きもあるからそれが一番怖かったです私。あ、この学校で。やる気もあるんだもん。そんな山口さんのもう一つのキーワードこちらです。瞑想しています。これは実は私は今怪談師をやらせてもらってるんですが、前の職業がタクシードライバー、その前の職業が製薬会社の営業職なんです。そのタクシーやってた時の怪談話するの。怪談話はしないんですけど、でも怖いことありましたね。運転してるじゃないですか。で女性のお客様一人乗ってきたんですね、後ろに。でどちらまでですか？あ、どこどこまでお願いしますって言って、はいって言って私ずっと運転してたんですけど、その人ずっと独り言喋ってるんですよ。で、いやなんかちょっと変だなと思ったんですけど、まああんまり気にせずにずっとこう運転してて、もうすぐ目的地だったんですね。で、お客様こちらでよろしいでしょうかって言ったら、ちょっと今話してんのよって。は？って言ったら、もう一人いるでしょここに。いるわけないんですよね。だって一人で乗ってきたんだもん。で結局その人は降りてったんですけど、もうちょっとリアクションしてくれるかなと思って。話のオチがわからないんだよ、僕。すいません、この瞑想してます今ちょっと。いや、18人乗ってたっていうオチがあるんだったらまだ。18人いるじゃないですか。18乗ってんの？私の車みたいな。気がついたらバスだったって言われたからね、言ってたのよ。その怪談タクシーやるね。そう絶対面白いよ。夏みんなで怪談タクシー呼ぼうぜって言って、そう1000円ぐらいで。なんとかトンネルまで来て。でもね、一つね大きい問題があるんですよ。私すっごい怖がりなんですね、本当は。でそんなとこ行ったら事故起こしちゃうかも。怖すぎて。ここに出るんですよね。そうか。ということで今回皆様以上でございます。チーフどうですか？今回このいや、いいですね。いやだからもうコラボレーションが結構できるじゃない。いや今回ちょっと見えてきましたね。で YouTube でまた、で YouTube でも面白い映像いっぱい使えるのあるし。ねで、DJ もできる。あらそういうので DVD みたいの作る。でそのパッケージの写真だけ佐野さんにやってもらって。佐野さんの美しい体の DVD かと思ったらすごいふざけたやつ入ってる。佐野さん出てこない。私も踊りますよ。これみんなそう。見えるね。いやこれ見えてきましたね。考えてもらって、ラムちゃんとルールシー。ね、ちょっと楽しみですけれども、ちなみに番組ホームページをご覧いただくとビットガールズを応援できる投票サイトがあります。視聴者の皆さんぜひアクセスしてお気に入りの子を応援してください。はい、ということでまた次回お会いしましょう。さようなら。スカート上げてください。次週もビットガールズ入り乱れ、各業界の裏話が飛び出します。半年ぐらい。番組ホームページで展開されている PR 争奪戦。今回 PR チャンスを獲得したビットガールは朝倉香織。株式会社バルーントリップを経営しています朝倉香織です。バルーンを使ってギフトや出張デコレーションしています。今回はこんなものを作ってみました。これからもビットガールズ頑張っていきますので応援よろしくお願いします。